したねやっとみんなで顔合わせたね。なんなら南部とリノは初見だからね。ズーム以来、ズームだからね、最初顔合わせるって言ったってもう合ってるよ、合ってるよ。そうさっきリノにも言ったのよ、南部とそういえば初めてじゃないって話して、でも画像とかさ、なんならいろいろ見てるよね。だからあんまりこう遠い感じはしないけど、私はしないんですよ。全然俺もなかったよ。それって今も含めてなんか画像の通りってアホ沢何にもなんかいい意味で新鮮味がないですね。そう別に延長って感じです。じゃあ顔も見てたし、相性いいのかもね。初めましてっていう緊張感はありましたけど、そのもう5分後くらいにはもういつもなんか俺正直感じたのは、南部が意外と緊張してないというか、その人見知りしてないっ全然しないて思った。で俺もなんか俺最初入ってきた時一応初めましてみたいな言ったけどだっけみたいな結構そう入り口結構自然な感じした。だっけみたいな感じだったからそう全然なんかもっとこう気を使った敬語が出るのかなと思ったら意外と普通のコミュニケーションの一環だったから。いつも通りでした。そうでもあんだけさ電話でやり取りしてたらさ、まあ確かになんか今更確かに会ってなかったとしてもなんかもうねお互いのある程度のなんかこういう性格なんだなっていうのも分かってくるじゃん。なんか最初会う時5パターンぐらいあるって言ってたじゃないですか今日はそのうちのどのパターンいやなんか考えてっておっしゃってたからなんかどれだったんだろう。結構スタンダードなやつできたよね結構ひねりない感じできたよね。準備した感じはそんななかったんでなんかそれがキテレツなやつが4パターンぐらいあって割と普通に行こうかなの5パターン目かもしれないね。いやもうそもそもね俺が作ってたよ 5パターンは遅刻してないバージョンだったの。俺今日確かに5面から入ったもんね。10分遅れてきたからそこから入るしかも俺今日遅れてきた理由もう午前中トレーニング上げたから乗り換えで4分なんか長津田で乗り換えしなきゃいけなかったんだけどそれで3分ぐらいしかなかったの間が小走りで行けば3乗れたの。でも俺もう前半今日午前中トレーニングしてたからいやここ小走りで行くいいやって諦めたので俺諦めんなよ早歩きで階段降りてる途中にドア閉まったの。そうで遅れたみたいなでもさ3分のズレじゃなかったよね。15分ぐらいずれてたよね。いやまあそこは全然気にしてないやめろよなんか俺だけ責めてるみたいな。でそれに乗ってたら15分早く着いてたの。15分早く駅には着きたいなと思ってそれで遅れたことによって30分の誤差が出て各駅になったから快速と各駅で全部30分変わっちゃったから面白い。何の問題もないです。それで水木から遅れてきてくれてありがとうってことも聞こえたし聞けたしさ言ってないね一言も言ってない。言えとは言ってましたけど待たせてくれてありがとうって言ってたもんねとんでもなくだからよかったこれって最近覚えた言葉じゃないからねそうなんです。昔からそういうスタンスだ待たせてくれてありがとう遅刻してくれてありがとうっていうスタンスだったから王様キス王様をキスというかもう王様です王様っていうかなんかこっちだよね反社に近いそういやでもなんかいいね個室もちゃんと借りていいところですごい美味しかったねご飯も食べてしかもなんかねラジオもして次じゃあどうしてくってそうだから新企画始まりますなんかタイトルとかはね別に決めてないけど南部健三の1000分の1は結構いいかっこよくないですか。いいやば違う1万分の1だ1万分の1めっちゃいいめっちゃいいじゃんそれ。健三南部でいく南部健三でいくどうする KZ でもいいけど KZ でもいい今基本南部健三の何々みたいな感じにしてるんですよ。確かにクラウドスリムそうか健三のっていうのはあっていい。南部健三のそれいいんじゃない1万分の1。めちゃくちゃいいめっちゃいいねめちゃくちゃいいかっこよくないですか。いいめっちゃいいめっちゃいいでどういう意味だろうって思うかなってち
しかもクラウド3よりも遠くないしね。なんか数字の感じあ、それいいかもね。なんかかっこいいし、ちょっとこう対談形式でね、南部がまあ今会いたいみたいなさ感じだよね。対談してみたい人をまあおこがましいけどセレクトさせてもらって対談してまあ一本取ってこうより人脈だったりとか今後に生かしていくような活動をしていくと。そうそうそうだよね。そういうことで例えとしては100分の1っていうのがまあ自分の仕事も含めて大体の人は100分の1だと。自分の存在価値っていうので、それに掛け算をして何かを、まあ、コンテンツなり職業だったりやれることっていうのを掛け算することによって 100×100 の1万になると、っていうのをどんどん広げていきましょうとが南部建造の1万分の1。めっちゃいいね。かっこいい。てかすごいね、話まとめるの。いや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 これいらないよ。いるだろ。いるし今回に関しては南部がこう質問したりだとか会話を広げていくから、これは俺ね個人的にかなり期待、一番聞きたいコンテンツかもしれない。いつものパワーバランスとは違います。そうなんなら俺ちょっと編集入ろうかいやもうちょいちょっと南部のやつねちょっと南部引き立ってないな。もうちょいちょっと南部かなりシーンとする時間多くなりそうだな。いやそれがプロなのよ、リノは。そこうまいから。いやマジでうまい。もう南部が饒舌に見えてくるよね多分ね。いやみんな喋りうまいみたいな感じしません？そううまい間を切ってくれるからさ、嫌な間を切ってくれるから。本当そうだよね。相当南部喋りうまくなったってなる。だってうまくなったって言われるもん。ケンゾなんか最初にからで喋りうまくなったよねって言うけど、いやもう全然編集。でもそんなこともないと思う。普通に自分は上がってると思うんですよ。地のこの喋りももちろんパワーアップちょっとずつでもしている上で、まあ、編集もしてますけど、絶対レベルアップはしてますよ。それさ逆に聞いててさ、感じる？思います。切りやすくなってます。なんか多分切られるってことが多分意識してくれてるんだろうなって思う時もあります。多分そういう意識がない時もある。意外と編集目線で会話してんの？なんか前はもっとどう喋れればいいとかも多分どう編集されるかも分かってない上で喋ってるんですけど、今は多分編集されたらこうなるビフォーさがなんとなくこう分かるじゃないですか。だから無意識でも意識的でも多分みんなそうだと思う。だってさ、ちょっと最後らへんとかさ、南部司令塔になってさ、もう少し編集点作った方がいいみたいな感じになって今これ盛り上がってるみたいな、なんかさちょっと温度感も大事にするようになってたじゃんねえそうじゃないですか。何回かの編集後を聞いた上で自分たちもここはこうなるからこう喋った方がいいとか思うようになったんじゃないですかね。いやちょっと南部が変に賢くなってるの嫌だな成長してるね。かなり成長してるね。面白いな。だからある程度もうこれ10回はやってないけどね。でまだ6回。そうだよね。6、7ぐらいやってるよね。そうですね。今6まであって次7なんで。で3人のクラウド3はこのままちょっと並行で新たにね南部のこう今までサッカーをやってきたチームをちょっとたどる会話をしたりだとかっていうのをクラウド3をそのままやって、もう一個俺ちょっと早めにやりたいな。それはやろう。ねえ。そうだね。異業種でね。そうだね。年齢問わず。サッカーじゃないところ行きたいよね。いや俺もそれが一番面白いと思う。そういう人たちとやっぱ関わりたいっていうか知りたいじゃん。南部からしたらさ、同じサッカーやってる人でさ、サッカーの話されたってさ、いやこっちはやっとるわってなるじゃん。ね、トレーニングがどうとかさ、こういうところ気使ってる。いやそんなのやってるわ。そうだよねっていう話になってる。そうそうなんだよ。あんまりそこまで刺激がない。そう新しい発見がない。そうでピュアだからさ、新しいことに対しては結構シュッと入ってくるタイプじゃん。そうしかも俺元が何も知らない状態だから多分知ることがもう全て新しいから面白いと思う。もう吸収するしかないんだよ多分。これ逆にさ、じゃあ35とか40とかの時にの何月何日講演会しますみたいなの面白くない？八王子のフォーラムで告知したいですね。告知して集めてやりますみたいな。今から5年かけて告知して人満席にしますみたいなさ。それいい。なんか面白くない？ちょっと西野っぽくない？なんかわかる？キングコング西野っぽくない？
ねいいねいいね。ねなんかそういうふうにあるといいよね。あ、5年後10年後の目標あるのはなんかもう1万円のチケット1万円の価値を絶対僕は喋ります。だから満席にしてそのチケット買ってくださいみたいなさ、クラファンっぽいじゃん、先にそれを5年10年かける。そうその成長を見てもらう上でラジオだしみたいな面白くない？ああめっちゃいい。面白い。やりがいあるし。ね、で南部だけじゃなくて登壇者も基本複数にいるじゃん。だからいろんなゲスト来てもらって、そう、その異業種のコラボそう来てくれたりとかね、いいですね。面白いよね。それはいいね、なんかこう予定決めて、だからその寿命があるし体資本だからさ南部からそのプロ選手ってさゴールが分かんないからちょっと期限つけづらいかもしれないけど、でもそれ現役じゃない関係ないんじゃない？ああ関係ない。やめたとしても5年は5年だし、やってたとしても5年は5年だから。ちょっと軽く設定してみる。いや5年、とりあえず5年じゃないですか。今が30で31の年だから35、4年後南部7月だよね。8月か。だからまあ31、まあ4年35の年だね。35の年、35の南部の誕生日でいいんじゃない？ああ、いいじゃないですか。いいねいいね。ね、いいよやろうよ。ちょっと4年のワールドカップみたいな、オリンピックみたいな、いいんじゃない？ちょうど4年やってみる？やってみたいね普通に。で八王子のなんだっけ、なんか新しいとこなんだよ。フォーラムだっけ、なんだっけ？駅前のやつ。駅前のやつ。なんかあそこがなんかちょっと収容人数わかんない、後から入れるとしてを埋めますみたいな。それめっちゃ面白い。でも告知は5年できる。そう5年できる。それ面白いよね。それやろうよ。その南部のまあ仮証講談会みたいなので、未来がどうのみたいなわかんないけど、その講談会に登壇する人も募集合わせて。まあまあ今後ね、俺らがこの新しい企画でやってれば。そうで変化はいくらでもあるの。もしかしたら南部が誰かの出資で会社を起こすかもしれないし、誰かと一緒に何かをするかもしれないし、ね、もしかしたら俺のお店が南部のインドネシアでやらせてもらえるかもしれないしみたいな、その変化も楽しんでもらって、その講談で何を喋るかはもうその時次第で、とりあえずだから5年後の設定だけしてそうで変化はこれ聞いてって。だって5年経ったら我々3人にもファンができてるかもしれない。ああなるほど。生収録、生ラジオ。ガラス張りでガラス張りでこうやってつけてめっちゃいい。面白いかもね。これそのものにもこう引きがあるかもしれない。5年面白い。なんかやりがいあるしね。面白いかもしれない。多少のその浮き沈みはあるわけじゃん。その時になんか1個しっかり明確な目標を持ってるとさ、絶対いいよ。ゴールができます。そうゴールができる。あ、そっか、なるほど。なんかただ単に一回一回やるよりもさ、そこに向けての過程を楽しんでいった方が面白いかもしれない。面白いかもしれないからできるからね。だから生でラジオ公開収録するとしたら、カットとかバレるんで、そのああなるほど。5年経っても喋りめっちゃ下手。全然上手くないじゃんみたいな。収録だとめっちゃ上手なのに生収録だとなんか俺編集すごいみたいな。めちゃくちゃカットしてるじゃん。いいね。いやいいよ。そしたらさ、南部が例えばこれから10回とか20回30回対談する人がいるじゃん。その人がスーパースターになってるかもしれないじゃん。で南部だってもちろんなってて、そしたらなんかもうとんでもない1万円安っみたいな。いやあるよね。まあ俺そもそもさっき言ったけど、俺自分がスーパースターになりたいけど、その周りがスーパースターになってもらったら嬉しいから。だから俺がなんか頑張って、例えば水木とかリノさんが周りの人たちになんかこう「いやリノさん水木」って言われるのを見たいから、それが多分一番のモチベーションになるから、だからそういうのやれたらいい。面白いね。だから5年後決めよう。35の年に八王子誕生日が8月の22、八王子のなんか駅前にあんのよ。八王子のなんか八王子のなんだっけな、会館。そう移転したじゃん。移転っていうかなんか駅前市民会館っていうの、成人式とかやるようなで、八王子が人口多いから結構キャパでかいのよ。そう目指すにはすごいいいと思う。八王子のそのじゃあ駅前の会館でチケット1万円で満員。いいじゃん、めっちゃいいじゃん。それめっちゃいいよ。それ行こう。だからもう今本当にそれ聞きたいです、5年先だけど聞きたいですって人は買ってもらってね、チケット事前に買ってもらって。もう5年後とか売り切れるから。そう先に買っとかないとね。そう今だったら最前列。それちょっと面白いね。それ行こう。やりたい。今俺らの可能性を感じてくれて先に1万円のチケット買ってくれる人もいるかも。投資してくれる。いいね。面白いよね。
そう投資じゃあこの前のジャージとスパイクはオーバーゼロだったけどゼロだけどいやだから本当に今に見てろよって感じだよな今に見てお前めっちゃガチついてるからでもその人たちは多分空気読んで俺らのそのストーリーを作ってくれてるんだよ。なるほど。そうここでじゃあ変に確かに3個とか応募ってなんとなく3着来ましたよね。おもろくないよ。確かにあえてそいつらもその人たちも確かになストーリーを作る。ゼロだったって面白いもんね。逆にこいつらこいつらねお前さっきから口悪すぎだろお前こいつらって逆にこの人たちは聞いてくれてる人たちは俺らこうなお前誰が買うんだ1万円のチケットお前こいつだって呼ばれて誰が買うんだよファン集めようって言ってるそばからねこいつらがさやばいもうこれ俺よかったやっと本性出た本性出たこれリノさんにカットしてくれるからいや絶対載せろ絶対載せろ絶対使うこれカットしてくれるからリノさんだから俺話しやすいからダメ絶対載せた方がいいね絶対載せた方がいいで面白いかもねそれのためにその新企画でそうだねナムゲンドの1万分の1もやっめてっちゃいいなりながら俺ら3人でもやってそしたらさ俺ら側もさスタンス取れんじゃん5年後にこういうことしようと思っててそのための講談になりませんかみたいなっていう上でさその練習だったりとか素晴らしいなんかねこうストーリーができるからめっちゃいいと思うなそれ確か面白いそれはやろう5年まあほぼ4年後4年いくつ34 34俺ら35リノさん34でしょいけるいける絶いいね面白そう対絶対いけるわもうイメージついたわいやそこそこでかいのよやっぱ成人式八王子の人口の成人式する場所だでかいでかいねまあまあけどいけるわいやそこ面白いと思うないややろう絶対いけるねてかなんならさ経営者の人とかもいるならスポンサーとかもあるね面白いよねだから本当マジで協賛とかさ面白いよねでそうやってやるとさ俺ら3人も絶対こうまあ前もちらっと話したけどアンテナ張るじゃんで人とのつながり大事にするじゃんで多分プラスにしかなんないと思うんだよ。そっかナンバに合わせたいみたいなのもあるかそうでお互いそこに向けてってなればさいろんなこうアクティブにもなるだろうしさ、いろんなことに興味も持つだろうしさ確かにそれ絶対ね、いい風にしか転ばないと思うから絶対いいよ面白いなまあ唯一の心配がまあリノさん多分やってくれると思うで水木が俺が続かない可能性どこまで協力的に確かに俺が続かない可能性大いにあるよねこんななんか一人失いました35までとか言い始めたやつが確かになんか途中でそれ全然あるよあるよねまあそれこそでもドリカムもポルノグラフィティも一人脱退してんじゃん面白いじゃん一人脱退するぐらいがまあ最悪そうしたら俺水木の家知ってるから水木の実家知ってるから俺小学校の時もこいつ水木がまた出た絶対載せる水木に遊びの予定誘って水木が来ない時とかあったのその時俺わざわざ家まで行って結構遠いんだよ結構遠いんだよそうわざわざ家に行って水木呼び出していや俺マジあの時ハゲるかと思ったもんマジでハゲてたんじゃないかなそう怖かったっていうのあったからまあもう取り立てだよねヤクザの取り立てと一緒ですよもう俺それ 10歳とかで経験してるからさもう怖いもんないよだからまあそれはよっぽどないだろうねまあ会った時の対応はしかも結構本気で来るからね結構何回か言った水木いますみたいなお母さんもちょっと引いてたもんねなんかさなんだっけ何分前結構前にさそれこそリノがいない時のラジオか、サッカーの小学校のサッカーの大会みたいなの作りたいみたいですよ。いや作りたい。なんかそういうのってさ企業さん入ってくるとなんか一気に箔つくと思うんだよね。確かなんかフジパンカップとかっていうのってフジパンが協賛とかスポンサーで入ってるのよみたいな感じでさなんか一社が立ち上げないで数社がこうお金出し合ってこう作るとかってさ面白いよね。でも普通に南部のカップで取り巻きの企業さんたちが出資してとかってさ、だって意外とどっか借りてってなったらそこまでお金かかんなそうだよね。ハードルの高いことでもそうだよね。高くないと思うよ。そうだよね。安いのもやりたいんだよね、そのサッカーの大会みたいな、俺らが小学校の時っていろいろ大会とかあったんだけどなんか正直あんま面白くなかった。そうかもしんない。なんか盛り上がりに欠けるし、なんかせっかくそういうふうにやるのに、なんかね一歩足りないって。でもこれちょっと話していい？八重洲静岡に八重洲ってあって八重洲のなんか大会みたいなのあったの。で南部はナショナルか関東かなんかの選抜でいなかった。でラッキー。俺ら自由にサッカーできるぞと。ね、で八重洲行って
俺すごい調子よくてさ、大会で優秀選手になったの。優秀選手すごっ。そう知らなかった。になったの。やっぱそれ何もいなかったからだなってよく思ってんだけど、萎縮せずに。そうでもそんなちっちゃい大会でも人一人に残るのよ、そのこう栄光って。ああそうだよね。そうまあだから栄光を走ってる人からしたらどうでもいいかもしれないけど、一好きなスポーツをやって今でも変わらずさ、ある程度こういうプロの人とかテレビとかも見るし、サッカーが好きっていう人に対してのあれってやっぱね誇りなの、嬉しいのよ。そうだよね。そういう機会はね俺すっごい大事だと思う。いやそうなんだよ、本当にそうなんだよ。でもしかしたらすごい上手い子がいたら南部がこうアテンドして海外とかさ、なんか上手い人と紹介したりとかしてさ、なんかこうちょっとこうプロへの道を作ってあげるのも面白いし、夢ある。それもなんか俺がやりたいのは、ただ単にサッカー教室やります、楽しかったですはいい一回かけるんじゃなくて、例えばじゃあ俺らがサッカー大会を開きます、そしたらいろんな協賛してくれる、じゃあスポンサーを集めることができました。そしたらそのスポンサー同士のまた交流が生まれて、新しいビジネスが生まれる。素晴らしい。で子供たちはその大会を通して楽しんでくれて、じゃあよりサッカーを楽しんでくれる。でその見てくれてる親もじゃあ子供たちをもっと応援したくなる。で例えばじゃあそれで優勝したら、例えばなんか優秀選手選ばれたら、例えばじゃあ海外に行けますとか、いいよね。で海外で交流生まれたらその子供たちにとすごいプラスになるじゃん、子供たちにとっても。で帰ってきてそういう選手が帰ってきたら、そこでまた新しいシーンが生まれる。で全てウィンウィンな状態になるじゃん。そういうふうに単発じゃなくて、そうで例えばそこに例えば学生とかを絡めてくるな、そうすると学生はじゃあ子供たちを教える。そうすると彼らにとってプラスになる、指導者目線で見れるから。大学生が例えば大学生かな、大学生とか使う。そうすると大学に対して企業がそこのスポンサーで大学とつながることも可能で、大学としては大学生がそういう活動をしてるっていう PR できる。確かにね、面白いね。面白い。それがインフルエンサーになれるもんね、大学生が。そうインフルエンサーになれるから、多分みんながウィンウィンになれるような、できれば継続してできるわけ。いいね。そうだから単発にじゃあ大会やりました、終わりじゃよかったね、楽しかったねじゃなくて、ちゃんとそういうサイクルができるようなものを作りたいんだよ。あとさ、なんかさ、なんていうんだろう、俺わかんないけど、今って日本でサッカーするかヨーロッパかみたいな、なんかちょっと表向きしかわかんないけど、そういう選択肢しかないのかなって思ってたのよ。でも南部みたいにアジアの県内で突破して、ちょっと一部インドネシアの中ではレジェンドになってるわけじゃんか。これが大学卒業とか高校卒業の中でアジア圏っていうのも選択肢に入ってくるとすごい豊かだと思うのよ。いや本当そう。知ってるってだけで全然違う。いや本当そう。でそれを南部が口利きできるじゃん。ね、数年前はプロでやってて、インドネシアの中では建造南部っていうのが分かってて、ちょっとこういう若い子いるからサッカーさせてあげてくれないかみたいなのってさ、めっちゃ豊かじゃん。いやめっちゃいいね。知らないっていうことが結構多いからね。俺もそうだったけど、知らないね、ちょっと知ってるだけで選択肢とかさ超広がると思うしさ、視野も広がるだろうから、でその知らないことをちょっと教えてあげるようなものを作ってあげるのはめっちゃいいよ。めっちゃいいと思う。逆になんかそれをしないのめっちゃもったいないじゃん。今俺がインドネシア行きました、優勝できました、ある程度じゃあ最低限のこの記憶にも残れた状態で、じゃあサッカー終わったとかあって、はいやめましたらめっちゃもったいないから、そこは絶対そういう道筋じゃないけど、ヒントは伝えてあげたい。面白いかも。大会がそっちにつながると面白いよね。でそのさっき俺が言ったようなこのサイクル、囲めればいろんな方向につなげられるじゃん。いろんな方向につなげて、多分その関わってくれてる人たちがいろんな方向につなげればつなぐほど、さらにウィンないい方向に進んでいくじゃん。そうだからそういうふうに誰かが関わってくれることによって、さらにみんなが良い方向に転んでいくみたいな、そのサイクルを作れれば理想だよ。めっちゃいいね。しかも南部のその取り分けの人たちって結構そういうのに協力的だったりする。多分だから俺も今回帰国してさ、いろんな人と会わせてもらったけど、やっぱりそういうふうに例えばなんかやっぱそういう人たちってさ、なんかやりたいっていう人に分かる、すごい前向きですよね。応援してあげたいとかさ、いう人がやっぱ多いわけ。やっぱ余裕もあるし、だから頑張ってる人たちをなんかこう手助けサポートしてあげたいっていうのを言ってくれる人も多いから、自分たちがこういうふうになんかやりたいってなった時は、多分まあどういう形かわかんないけど、
背中を押してくれると思う。なるほど。なんか目的とかがはっきりしてればしてるほどもう全然それに数字がついてなくても、頑張ってるんだってことってだけで背中を押してくれる人が多い気がする。確かにね。しかもまあ実績あるしね。普普通にサッカーでベースサッカーはもうすごい。それはある意味一番説得材料だよね。いい意味で利用しないといけないから。面白そうだってさ、変な話、運営とかさイベント会社みたいなところにさ委託しちゃえばさ、多分建造南部カップなんてすぐできるじゃんね。自分たちでやろうとするとさハードル高いしさ、でもプロじゃないから遅いじゃん。でクオリティも低くなっちゃうけど、上手な人にねやってもらえれば。しかも関わってみたいです、私は個人的にそういう面白そうだよね。催し物の運営、しかもオーガナイズチームだからねなんならね。そうだよね。大会とかそういうのはやりたいな。そうんのイベントごとちゃんと定期的に継続してできる。俺分かった。俺分かったっていうか、あんないじめっ子の南部がめっちゃいいやんそれ一回の収録で何回俺のいじめっ子って使うの実際いじめてないんだけどね。まあいじめられてるんだけどね。いじめられてるいじめっ子だった南部がみんなの前に立ってこう求められてるのを影から、でもこいつはいじめっ子だけどねって思ってる自分が好きなのかもしれないもうそれが一番いじめっ子の考えだよ。違うよなんかこういいの、南部がもう表舞台に立つ分には全然いい。ただ俺は知ってるよと、お前のやってきた悪行は一生消せないんだからねって思いながらこうニコニコしてるのが好きなのかもしれない、もしかしたら。だから俺もだからそっちの立場だから俺も別にその表出なくていいから。いやや出ないと。ちょっと出る。出たちょっと出て、あとは絶対出ないと。まあ出なくちゃいけない場面はいくらでもあるよね。そう仕ポイントでいい。事上あとなんかそういう風になれば頑張ってくれてる人いるわけ。リノさんとか。YouTuber のなんかいろんなカップもあるけどさ、なんかもっと本質的じゃない？いや絶対しかも八王子からやりたい俺は。八王子で俺が八王子だから。いやいいと思うな。八王子からまあそっから広げていきたい。でもなんかスタートは八王子で。テレビかなんかで見たけど、フーガもなんかチーム作りたいんじゃなかったっけ？あ、そうなの？チーム多分テレビかなんかで見た。買いたいんだっけ？青なりなんだっけ？まあそういうのも一つのあれだよ。面白そうだよね。逆にそういう話とかすんの？亮太とかフーガとか。いや、この前会った時は仕事？そういう話っていうのなんかこうビジネス、今後のビジネスみたいな。いや別になんか俺らねそんなね結構めっちゃサッカーの話してるから。へえ。だからそのなんかビジネスの話、お金の話とか全然しないし、普通のなんか普通のだからそんな感じ。友達同士、昔からの友達同士で話してるから別になんか。でもさ、やっぱ詳しいのよ。その人たちもやっぱもうサッカー大好き少年たちだったから、そういう人たちので南部からあんまサッカーの話って聞かなくない？確かに。なんて言うんだろう。なんかわかる？なんかちょっとこう初心者向けな話じゃん。まあまあそんな深いところはしないよね。でも本当サッカー小僧たちが集まるのも面白そうじゃない？なんか一部ファンには刺さりそう。本当にサッカー好きな人たちもうど好き、そのメンバーは。それはそれでも多分俺ついていけない。あ、そう。多分ね、俺そんなになんかね、指導者とか本当すごいなと思うんだけど、俺多分そこまでなんか戦術とかあんま分かんないと思う。多分自分がやるのは分かるけど、なんかさ、最近さ、多分俺とか南部世代でちっちゃい頃とか中学生高校生、まあ物心ついてサッカー頑張ってる時にプロだった人たちが引退して指導者になってる人とか結構多いじゃん。南部はその視野あんの？指導者。いやーなんかそのサッカーに関わりたいなと思ってるけど、指導者一本でとかは今はない。サッカーに関わるっていうのはそのコーチとかも含めて。どういう関わり方はまだ具体的に分かんないけど、そのサッカーせっかくやってきたからじゃあ引退してパッてサッカーから離れるっていうのもいろんな関わり方ができる。絡めたりとか。そうただその指導者一本でもうコーチだけとか、そういうのは俺は嫌だ。じゃなくてそういうのもっとそれこそさっき言ったけどなんかこういろんなジャンルでポンポン動けるようになりたいから、これやりたいと思った時にこういうことしたいみたいな。そんなのなかなか難しいじゃん。コーチ一本でやってる。例えばじゃあコーチやってみたいと思ったら単発でコーチ行くこともできる。大学行ける、大学もできるとかいろんなところに変わらせるのも、そうなんかフットワーク軽くなる準備しておかなきゃいけないから。ってなるとやっぱ指導者でやっていくとなかなか限界があると思うから。よく思うのはタレントっていう立ち位置ってやっぱ一番強いよね。強いよ。影響力もあってね、背景があるからサッカーで大学とかポンっていけるし、なんか強いよね、ああいう立ち位置は。確かに。第1弾対談した相手とかいる？
この人はちょっと一発目かなみたいな。いや今は正直パッと浮かばないから、トライアンドエラーだから多分一発目とか二発目ってさ割とこうカットもう一回みたいなのを融通聞く人がいるからね。そうですね、近い方のがいいそうだねですね。まあ、あとどのぐらい協力してくれるかってある。でも協力体制はあるんじゃない？いやしかもなんか協力って言ってもそんなもう出演してくれるだけで100の協力。いやそうだそうそうそうもうそれ以上は何もない。そう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 出てくれて話してくれれば。そうそう。健三君そんなことやってんのみたいなことになりそうじゃん。君しゃべるのみたいな。いいねいいね。そっから広げていきたいね。面白そうだよね。しかも聞いてくれてる人も絶対おもろいよね。いや面白いと思う。さっき言ってたけど、面白いと思う。サッカー選手かける対サッカー選手じゃなくて、サッカー選手対農業だっけとか、いろいろね。そうそうそう、いろんなジャンルがあるんだけど、アパレルとか何でもいいんだけど、いいと思う。全くサッカーとは繋がらないようだけど、多分話してったら絶対いろんな共通点あると思う。はい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 、なるほどなるほど。俺一個面白いのがあるんだけど、俺高校の時都立行ってて3ヶ月ぐらいで辞めたんだけど、その時の当時の監督に「あ、健三お前なんで辞めたんだよ」みたいな、高校。その高校の監督？あ、ベルディの監督。あ、ベルディ。そう、なんでお前高校辞めたんだよとか言われて、で俺がなんか授業つまんないっすみたいななんて言ったら、何がつまんないのって言われて、どの授業がつまんないのって俺美術って言ってたの。そう、なんで美術がつまんないんだって言われたから、なんか将来生きていくだから美術も使わないと思うし、サッカーにも別に美術使わないしとか言ったら、お前は甘いなみたいに言われて、繋がってんじゃんみたいな感じで言われたのね。そして何がっすかって言ったら、お前サッカーは何みたいな言われて、サッカーはアートだろみたいな。で美術はなんだみたいな、アートだろみたいな、だからアートなんだよみたいな感じ言われて、結局いろんなところで繋がるんだよみたいな感じ言われて、だからそういうことやってるといろいろ繋がるんだよ。はい、今週もクラウド3を聞いていただきありがとうございました。クラウド3はツイッターもやってるので、いつでも DM や感想受け付けてます。欲しいね、そろそろ DM 欲しいね。そうだね、欲しいね。お願いします。はい、じゃあまた聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございます。いいんじゃない？取れ高いいんじゃない？37。